よし。大丈夫そうかな。はい、お待たせしました。こんばんは。黒ずきんの目次へようこそ。うん。うん。はい。こんばんは。うん。たまさん、こんばんは。今日もありがとうございます。よし、大丈夫です。やっていきます。やっていくんだけどね、ちょっといろいろあって、前回だいぶ調子良さそうな感じだったんですけども、まずは僕の愚痴から聞いてください。もう、無理です。無理です。いや、やりますよ。最後までやるんだけど、まあね、今更なところはだいぶあると思うんですけど、改めて現在の状況というものをお話しさせていただくと、レベル18までね、この間行ったんだよね、なんとか。レベル18まで行ったのはいいんだけど、で、ちょっと裏で、少し進めてて、19の昇格戦までは行ったんですよ。で、そっからなんか10連敗して、うん、だいぶやばいじゃないですか、10連敗って。結構まあ、うん、メンタルやられてそれで。で、まあ別に10連敗そこだけなんかたまたましたとかだったらいいんだけどさ、僕ちゃんとその勝率をね、先行何パーセント取れつらい。たのかどうかと、辛いね、辛いよね、辛いんですよ。先行高校どんくらい取れたかと、勝率を、メモしてたんですけれども、ちょっと、スマホ見ながら、ファースト突破したら動画作るのかな。ああ、そう思ってます。勝率が、まあ、Twitter 多分タマさんは見てくれてると思うんだけど、15勝35敗です。うん。で、先行の確率が割と取れてて私も58%。そのために頑張る。あ、バニラシューさんこんばんは。ごめんなさい。ちょっと気づかなかった。頑張りましょう。お互い。動画作るために。っていう感じなんですよね。で、まあ、大体僕、いつもゴーストリックの動画作ってる、てかゴーストリックの動画内で、まあ、勝率3割くらい取れればいいと思いますよって言ってるんですけれども、まあ、まさにその数字を体現したというか、まあ、想定した通りではあったんだけど、このね、前回とかは4割くらいは言ってたんです。4割ちょいかな。だからまあ、まあ、比較的コイント数上振れて、手札が良ければ、なんとか19から20いけるかなって思ったんだけど、3割だとちょっと厳しくて、その10連敗した後もだいぶやったんですよ。トータルだから50戦試しにやってみるまで、50戦終えるまでやってみようって思ったんだけど、一向に18レベルになれなくて、その後、負けて、負けて、勝って、負けて、負けて、勝ってみたいな感じだから、丸1日くらい費やしたのかな、それで。土日
土曜は配信やったから日曜か昨日とかっていう感じだったんですよ。うん。で、まあ、羽とかライストもさ、シングル戦だから MD が3試合に1回くらい飛んでくるので、全然。実行とかも含めたら。19 3試ま合かで来てる明日4の試合か。配信でクリアしたい。おー、もうすぐですね。まあ、デッキ次第だけど、結構その DC とか、その前日になって終わってないとかで結構焦ること多いから、この時期に19いってるんだったら、大丈夫そうな気はする。普通のデッキだったらね。っていう感じです。うん。まあ、要点を言うんだったら、だから、先行取っても、手札要求値高いですと。モリラリッカです。で、羽、ライスト無理、亀甲無理。で、罠が使い切りだから結局、その、一旦目なんとかしのいでも次のターンリソース差で負けてくるっていうのと、まあ、リトルナイトだね。リトルナイトに結局センサーとか、サモリ処理されるから、貼ってもなんかあんま意味なくて。で、まあ、立ち上がりに時間かかるから崩されたら終わるっていうのとね。まあ、その僕、この間、というか昨日、だいぶツイッターで、なんか、ピーピーわめいてたんですけど、もうすべてを引きだったりとか、相手のデッキとかに依存するデッキなので、なんかやってるゲームがね、違うんですよ、このデッキ使ってると本当に。減らっておられましたね。減らりました、だいぶ。ちょっと友達にもずーっとね、黒ずきんだけゲーム違うんだけど、つってずーっと愚痴ってたんだけど、そう、そんな感じだから、ちょっともう少しだけね、頑張って、準構築ではもう少し頑張ろうとは、少しだけかな、今日はもう50戦やってるから。うん。で、型を変えてみようとは思ってます。で、その型もね、いろいろ考えてたんですけど、ゴーストリックカードを中心に戦うってなると、結局このサイクルリバースか、パレードかになっちゃって、で、このパレードは、正直僕あんまり好きじゃなくて、この方は。これこそ結構相手依存なところあるし、なんだろうな。まあ、簡単に言うと、だからパレード張って、ロック罠で展開は阻止して、パレードでどんどんアドバンテージを稼いでいくっていうデッキなんだけど、これもだいぶ相手依存だし、一回崩れると立て直し効かないから、多分サイクルリバース以上に攻め手にかけるんだよね。これは紙でも何回か使ったことあるんだけど、正直そんなに使用感良くないから、少しだけ今日使おうかなって思ってる方と、それ以外になってくると、展開しない方になるとね、まあ、罠型があるんだけど、罠型も、まあ、なんか、何をもってゴーストリックっていうかっていう、その個人的なね、主観というか、に左右されると思うんですけど、結局ラビリンスに寄せた方が強いっていう、オポジションとパニックが通常罠だから、レディオブで、毎ターン毎ターン供給するっていう感じのデッキなんだけど、レディオブ入ってないね、これそもそも。昔僕が、去年、紙の大会でベスト4くらいには入ったんですよ、この構築で。で、その時は悪魔城リリスとか使ってたんだけど、リリス使うんだったらアリアンナからビッカム持ってきた方が強いよなって思って、アリアンナとか入るんだったら多分ラビュに寄せた方が強くて、っていうところで、なんかその、今回のコンセプトと、まあ理想と現実ですね。理想と現実の乖離で、こんばんは。
だいぶショート葛藤してトーンはます。日曜日に突破できました。他のデッ早いキも練習してメタゲームに備えてます。シエルさんこんばんは。そうだね、DC とか WCS はどんどんね、早めにやっておくのがいいと思います。だいたい僕も最終日とか前日になっていつも焦ってるので。い黒ずきんセカンドはやるの？や、セカンド、無理だと思うよ。今の感じでいくと。で、セカンドやるんだったら、僕は、スネークアイかスプライト触ります。ゴーストリックのね、ゴスプリ、スプライト型ゴスプリって言うんだけど、そう、まあ、僕が、この始まる前の時間に何を伝えたかったかっていうと、ゴーストリックの動きをしっかりしたいんだったら、絶対に展開型にした方がよくて、でも展開型にすると、結局スネークアイかスプライトまみれになって、仮にそれでセカンドに行ったとしても、いや、これスネークアイじゃん、これスプライトじゃんっていう声がね、確実にあるんですよ。で、それを僕が真に受けてるっていうよりは、スプライト型に関してはもう、ダイヤ1に昔到達したことがあって、強いのは分かってるんですね。スネークアイ型も、スプライト型も。だからそれは最終手段にしたいなって思ってるっていう話。それまではなるべくなんとか、メインゴーストリックを使ってしがみつきたいなっていうふうに思ってます。はい、そんな感じです。長くなりました、冒頭が。っていう、まあ今ここでショートト見てくれてる人がーン遊んでそのままに D への気持ちが入らない状態。ゴーストリック触ってる方がどれくらいいるかはわからないんだけど、ゴーストリックをガチ環境で使うってなったら勝率3割っていうのを頭に入れておくといいと思います。多分その域を出ることはないと思う、このデッキが。強さだけを求めて別デッキの劣化になるよりはそのデッキの個性を出したいですよね。そうなんだよね。確かにね、いいところもあるんですよ、ちゃんと。誘発受けがいいっていうのと、まあ、これは別にゴーストリックに限った話じゃなくて、まあ、サブテラーとかね、他のサイクルリバーステーマにも言えるんだけど、まあ、くるくるするから、うららとか受けても困らないっていうところと、基本的に裏側でモンスター出すから、まあ、トガ姫とかその辺のデッキによっては全然妨害刺さんなかったりとか、いいところも多いちゃんんだけど、と試合中にそのカード活躍するなら圧マゼブ倒的にツ歓迎。圧倒的にデメリットの方が多い。特にゴーストリックは。一個だけ愚痴らせてください。これ今更なんですけど、このデッキね、このデッキ、確定サーチできるカードがないんです。テーマカードを。確定リクルートできるカードもなくて、キョンシーは基本的にレベル1ゴーストリックしか持ってこれなくて、レベル1ゴーストリックが弱くて、で、人型はエンド時になんかリクルートできるんだけど、リンク召喚して逃げられちゃうんで、そのリクルートが相手に。で、セイレーンに至ってはデッキトップに2枚ゴーストリックカードがないと、タッチできませんと。これ11期のカードですよ、ちなみに。ゴーストリックを積めば積むほど、ボコボコにされるっていう。マリーはダメージ受けた時にリクルートだし、フェスティバルは相手の攻撃宣言時にリクルート。パレードは相手の攻撃宣言時にサーチっていう。で、打天使に至ってはモンスターにアクセスできないっていうね。なんだろうな。いかに安定しないかがわかる。そうなんかね、常にその、博打をやらされてるというか、常にトップ解決頼みだし、まあ、セイレンとかは特にそんな感じなんですよね。さっきやってるゲームが違うって言ったのはなんか、まあデッキの組み方もそうなんだけどさ、
うまく伝えられないな。まあ、やっていきます。X はターン1なかったり縛りなるかったり重ねてエクシーズが優秀だったりするので、メインデッキの強化が欲しいですよいや、ね。本当にそう。レベルが違うのがまず、まあ、レベル違うのが僕好きなんですけど、レベル違う自分なりにのがもう、ボス取り型にしたいなぁと思い続けて早何日状態。ファースト遊んでセカンドへパの気持ちがソコンの入らないの容量やめちゃくちゃばいからアわかる。ップした動画消しちゃおう。超わかります。あ、でね、誘発も結局入れらんないからさ、入れらんないことはないんだけど、ちょっとでもニビルはね、正直使用感悪かったから同時に切り替えた。どうせ高校取ってもできることないから、誘発は最小限になっちゃうんだよな。試合中にそのカード活躍するなら混ぜ物歓迎。そう、なんか、多分、ダイヤ1行った時に僕は、何本来ね、打天使を出しつつ、ギガンティックで、妖精をリクルートするっていう方なんだけど、これギガンティックで妖精持ってくるよりスプライト持ってきた方が絶対強いじゃんってなっちゃうの。妖精を出さない試合が結構多分6、7割はあって、まあだから、これスプライトじゃんっていう感じになっちゃったのもあるから、最終盤面に、だから、目標とする盤面に、ちゃんと、妖精パニック、まあ竜王はいてもいいと思うんだけど、妖精パニックを作ることっていう目標を設定すればいいのかなっていうふうに思っています。エクストラはね、そう、本当に強いんだよね、とにかく。まあでも僕のなんか、自分でも良くないなって思ってるのは、まあ、そもそもエクストラとメインゴーストリックが喧嘩してるのが悪くはあるんだけど、僕も僕で、メインゴーストリックに固執しすぎてるところはあるので、うまく共存できる方がないか、模索してるところです。タマさんも頑張って考えてるよね。シュトロームベルクの方はさ、僕が結構気になってるのが、ランク4作るじゃん。で、僕がパラレルエクシード入れない理由が、打天使だけ出しても、ショットから何も蘇生できないからっていうのがあるんだけど、どうですかその辺。ノイズも結構気になりそうだけど、ちょっと使用感的なものを聞きたい。PC の容量やばいから、アップした動画消しちゃおう。マニラシューさん何メガぐらいで作ってるちなみに。動画、YouTube にアップする動画は割と100メガとか、100も場合によってはいらないかな。僕はなるべくどんなに長くても300以下に抑えるようにしてる。だからそんなになん考かえたことないな。容量を圧迫してるイメージはないんだけど。結構ね、エンコード作業ってあると思うんだけど、そのエンコード作業の時にサイズ指定できるから300以下に設定するといいと思う。もうこの盤面がもう無理だからね。そうなんだよね。誘発がないだけでどれだけ辛いかがよくわかりますね。まあこれはとりあえず、だるまと通したくはあるんだけど、ボルテックスもいるんだよな。ボルテックスやばいな。でも今、フリーチェーンで発動できるのが、だるましかなくて、一回セットして、まあマスカレ使ってくると思うので、使ってこない。
先行でも別に強い手札ではなかったからな、これ。3つのカードが必要なんですよね、その、まあ、人型とかキョンシーにアクセスできるカードか、人型キョンシー本体。で、その辺は被ると弱いからあんま枚数は増やせない。で、加えて、まあ、サモンリミッターとか、センサーみたいなロックカード。で、そこに加えてステータスが低いから、このゴーストリックを守れる、パレードだったりハウスだったり地中海の厄災っていうカードで、プラスアルファで欲しいのが神の宣告とかバックを守れるカードとか、まあ、あと相手の妨害をできるだるまとかですね。だから3枚確実に欲しいカードがあってプラスアルファで欲しいから、その通りなんですよこれはね。揃わないよランク4ね蘇っていう。生するだけならヘルフレイムバンシープラスインフェルノみたいになっちゃってっていうか多分ズンダモンの声大きいよね、すごい今。とかまあ若牛はちょっと癖あるけど、ランク4作るんだったら若牛とかね。何？それはそれで困るんだけど、何したらいいんだ？まあ、引いてから考えるか。なるべく自分のターンにいろいろ動いて、ボルテックス踏みたいから。こんばんは。あ、コハルンさんこんばんは。どうもありがとうございます。いやー、どうしたらいいかな。薬剤、サモンリミッター。まずナイト貼ろっか。さすがにボルテックス使ってこないと思うけど、とりあえずナイトから貼ります。このね、結局どこに妨害打ってくるかもさ、だいぶ相手依存だから、だるまを通したい。で、時点で薬剤。他の人の意図を勝手に組んでゴストリモルがナイトキンの白組もうとしてるので噛み合ってるかというとまだまだなところあるんです。今使ってるデッキは MD じゃなければ命削り入りますか？これどうしたらいいかな。いやでもこれそのまま行くと普通にさ、相手ターンに、でまあ薬剤はとりあえず貼ろう。もう。で、これでマスカレとか、この辺を処理するしかないか。で、キョンシー引いたから薬剤通るんだったら、ボルテックスからの子を通った。はい。だったら、ちょっと待ってね、コメント。うん。まあでもどのみちあれか、マスカレ使ってくるもんな。どのみちか。リトルナイト出させて妖精溶かしてもらって、いやー、ボルテックス邪魔すぎるな。あ、家主さんこんばんは。来てくれてありがとうございます。MD じゃなければ削り入りますか？入ります。リトルナイト、対象は妖精ね。アポロ消すんだ。はいはいはい。というか、
多分勝率の 5% くらいは削りがないせいで落としてるから、削りあるだけで 3% から 5% は多分勝率上がると思う。うららに止められるの込みでも。もうとにかくね、そう。この手のね、その型使ってて何が苦しいかっていうと、削りがないことが本当に一番で、ゴーストリックは手札7枚からスタートしないとダメなんですよ。手数が足りないの、そのリソース切れになるから、途中で。これ結局でももうザーク出されて終わりだよな。だからね、そう、紙の方がさ、無制限だから、その命削りが無事なうちに、早めにちょっと紙で公認出て大会結果残したいなって思ってるんだけどね。削りは入るんだけど、削り入れるんだったら、セイレーンはいらなくて、モンスターは減らした方がいい。で、あれね。うん。だからこれでもう、ザーク出てきて、ゴストリモルガナイト金の城。ゴストリモルガナイト金の城。ゴストリもそう、モンスター、まあでもワンチャンありかもしんないな。ショットがさ、このゴーストリックショットとか、マドルチェサロンみたいなカード、その手札にモンスターを、テーマモンスターを2枚要求するカードって、基本あんま強くないと思ってるんだけど、っていうのも、その、1枚はさ、初手5枚のうちの1枚は、ショットとかサロンとかで消えてるわけじゃん。で、残り4枚の中から、残り4枚のうち2枚、そのテーマモンスターを引く確率って、大体のデッキで3割から4割しかないんですよね。だからその環境デッキに目を向けると1枚初動がないデッキも結構ありますよね。3割から4割全てのデッキに1枚初動を配ってくれてもいいのにな。どれくらいその期待を込めるかというか。で、ゴーストリックはね、先行で別にショット使って起こしたいカードが、正直セイレンくらいしかいなくて。あれ、バトルないんだっけ？ちょっとこれ無理そうなので。一応、僕の中では割と、ちょっと待ってね、結論出てる命削り型の構築があって、マイデッキ。黒ずきんは他人の配信見るの？黒ずきん他人の配信見ないです。いや、行きたいんですよ。行きたいんだけど、僕そもそも遊戯王の YouTuber とか全然見なくて、
本当にスリミチャンネルにちょこっと顔出すぐらいなんだよ。顔出してても、だいたいコメントしないんだよね。ちょっと家主さんに、一個見せたいのがあるので、いい環境デッキに目を向けると、一枚書道ね、欲しいよね。デッキにもよありるけどね。がとうございます。これ多分いずれツイッターとかに載っけるかもしれないんだけど、これも本当はこれを MD で僕は使いたくて、まあ今の構築と違うのが、削りがあるかどうかっていうところと、削りがある分ですね、手札のその噛み合わせというか、さっき言った書道プラス永続罠プラス、星取りを守るカード、戦闘から、パレードなり、ハウスなり、薬剤なりっていうのをすごい引き込みやすくなるんだよね。合剣と合わせて。で、削りあるから、モンスターはなるべく減らしたいっていうのと、僕の、エクストラはどうでもいいんだけど、私は結構いろんな人の配信にいますね。探せば多分すぐ見つかります。笑い。あ、そうなんだ。スリミチャンネルに定期的にいるのは、なんとなく知ってる。でもいろんな人の配信とこ行った方が絶対カードプール増えるよね。で、大体は一緒なんですけど、このモコモッコっていうなんかよくわかんない黒い毛玉みたいなモンスターがいると思うんですけど、これ令和版のデスラクーダで、デスラクーダと違うのが戦闘破壊耐性がついてるところ、幻想魔族なので破壊耐性があって、別に戦闘で処理されないし、反転召喚以外にもリバース時に対応してワンドローできるから、パニックと合わせても、毎ターンね、リソースを稼げるんですよね。それでゴーストリックの継戦能力っていうのを高めてくれる。で、何より一番ポイントなのがレベル1なので、リトルポジションからリクルートできます。なるべくゴーストリックはレベル1を減らしたいので、ランタンとか、スペクターとかマリー、僕、大体どれか1枚しか入れなくて、場合によってはデュラハン出したい場面もあるんですね。そういった時にモコモッコを入れておくと、デュラハンを出しやすくなりますっていう、まだ使ってないから、なんとも言えないんだけど、スケープゴーストよりは使いやすいと思う。スケープゴーストは1枚からアルカードにつなげられるんだけど、だいたい誘発で止まるし、サモリミセンサーと相性が悪いので、あまり好きじゃないです。だいたいね、あれなんだよね、配信、動画作ってることが多いから普段は。動画作ったり、その動画のためにさ、新しいテーマ勉強したり、今はちょっとギミックパペットを勉強してるんですけど、勉強して、台本を作って、素材を集めて、展開を考えて、収録して、編集してってやってると、それで1週間が終わっちゃってて、なかなかね、他に君パペキモいっす時間が取れない。だいぶ気持ち悪かった、なんかやってること。ギルティだよね。僕はビスクドールがすごい好きだから、ちょっと興味あったんだけど、やばかった、やってること。いや、見た目きついんだよな。ああ、見た目ビジュアル的な。差が激しいよね。見ての通り、僕はダークファンタジーが大好きだから、人形とか、オカルトとかそういうのは好きなんだけど、ゴストリ的なそのメルヘンチックさが好きで、だから、ギミパペってダークファンタジープラスメルヘンじゃなくてグロテスクが入ってるから、好みは分かれるよね、結構。
キメラドールとか意味わかんないもんな、あれ。センサー通したい。マスカレで何飛ばされるかだな。いやー、どうなんだろう。せめて、なんか、もう少しだけでも誘発積んだ方が強いかもしんないね。わかんないけど。誘発をさ、積まなくていいデッキってさ、積まなくていいというか、そのうらら G だけでいいようなデッキって、ある程度高校でもできることがあって手数が多いデッキなんだけど、まあ、手数を減らしたくないデッキだから、それに該当しないのもね、すごい構築が難しいところなんだよね。一回誘発タコ盛りで作ってみるか。多分、ダルマとかメタバースの枠を削って作るのがいいのかな。誘発はその、まあ展開力は皆無だろからうらら入らなそうだけど。うららはね、そう、なくていいけど。G アトラクは今入れてます、とりあえず。まあ、正直なんか無限をさ、打ったところで止まらないじゃないですか。泥場かな、それか。ラリュみたいな G が怖くないデッキはうらら入れません。めっちゃわかる。まあ、環境にどれくらいそのうらら刺さるデッキがあるかどうかだけど、僕も割と入れないこと多いかな、罠デッキだったら。入れても2枚とかね、被ると結局1枚死に札になるから。うららは G を踏むだけ。もうなんか今日も12人来てくれてんのか。ありがとうございます。いい試合は結構取れてるので、ダイジェスト形式の動画を作れたらと思ってます。これはゴーストリックだっていう試合は結構ね、あったから。あれだね、あと罠デッキはその、誘発腐らせられるのもそうだし、墓穴とか抹殺もね、腐らせやすいから、その辺も強いですよね。てか逆にそう、墓穴抹殺でいちいち交換されたくないから、入れてないっていうのもあるんだけど。その分こっちのね、とっても貴重な手札が減ってしまうので。アメイズメントはストライク。アメイズメントあんまストライクじゃなかったな。なんでだろうな。ゴーストリック映ってるのにね。でもなんかその、闇落ちした、なんだっけ、ちょっと名前全然覚えてないんだけど、闇落ちしたのは好きだった。マスカレがちょっとめんどくさくて、僕が好きなのは、マドルチェゴストリみたいな、2、3頭身ぐらいでメルヘンチックな感じか、オルフェリギミパペみたいな機械系。ちょっと待ってね。
マスカレ。パレードもめちゃくちゃ守りたいから、パレード今張りたくないな。パレード引きたくなかったの、そもそも。フェスティバルに対してマスカレーナ打ってくれるかな。こんばんは。真鍋さん、こんばんは。今日もありがとうございます。全然進んでないです。19の昇格戦までは頑張っていったよ。そっから10連敗して、で、今、通算の勝率3割、17レベル入ってからね。15とか16とか、それ以下は普通に勝てたけど、17以降はだいぶ厳しいですね。ワンチャンこれで、マスカレーナ打ってくれたりしないですか？いや、どれ飛ばされてもきついけど、オポジションならいいかもだ。アメイズメント作っとくと全てフェスに入れるのが便利。フェスで、そっか、エクストラ使わないからね。大体使えるのか。フェスで言うと僕結構劇団が使いやすくて、なんか大体、どのレギュレーションでも使えること多い気がする。あとね、そう、僕、その季節イベントがすごい好きで、クリスマスとか、ハロウィンとか、七夕とかがめちゃくちゃ好きなんですよ。なので、7月は、エスプリットの動画をもう完成してるので、お楽しみにしててください。ロマンチックなのがね、すごい好きだから、毎年イベントは大事にしてます。今月はね、ホタルを見に行ってきました。まあ、別になんか、割と、今月はっていうか、毎年見に行ってるんだけど、ホタルはね、5月の下旬から6月の中旬ぐらいまでしかいなくて、パレード貼っといてもいいけどさ、で、そう、なんかね、割と条件が厳しく春のて、滝桜は見に行ったな、春。川の近くにしかいないんですよ、ホタルって。川の近くで、雨が降ってない日。で、気温もその20から25度みたいな状況じゃないとなかなか見れないです。ホタルが光るのはね、確かオスだけだったと思うんだけど、オスの求愛行動であれは光ってるんだよね。っていう豆知識。一眼レフを使うとよく撮れます。三春の滝桜ってどこ？東京？全然フェスに集中できてないんだけど。原始ボタルかな。あ、そうそうそう。この5月から6月が源氏ボタルで、源氏の方が確かちっちゃかったかな。いや、でかいんだったかな。で、8月頃に見えるのが平家ボタルって言います。結局、猿王もうこれあれだよね。ランク8出されてさ、場のカード全部破壊されて終わりだよね。あ、福島なんだ。なかなか遠いな。あ、まあ、このカードで無理ですね。これもその、猿王と同じ数だけ、相手の場のカードを割れるカード。だから、
とオポジションも対象取られてて、ごめんなさい、これ手札からいけないのか。デッキからか。まあどの道だな。ちなみになんで今オポジション、あれか。縦列がそもそもか。だからやるとしたら、いやもう誘発積んだところで劣化になるだけなのは目に見えてんだけどね。少しでも勝率上げるんだったら、入れた方がいいのかな。今って泥場刺さるんですか、そもそも。マスターデュエルの紙の方はさ、比較的刺さるんだけど、マスターデュエルはどうなんだ。あんまりでも入っている構築見ないよね。何ビルがいいかな。うららがヒータに食われるから泥状ありせつきてるよ。なるほどね。環境デッキ触んないから全然わかんないや。手札誘発ティア表とかすごい役に立つからどっかであったら見たいんだけど。ディアベルからエクセルがつながらなくなるし。いや、パレードか、でも、いや、このカードもなんかないと、結局戦闘処理されるんだけどな、場のコストリが。ディアベル間違えたセットだった。そうだね、ディアベルはセットだね。で、スネークアイもさ、見解次第では回避できるから、まあでも、だいぶ盤面は柔らかくなるのか。手札誘発、キア。まあでもなるべく1枚でパワー高いカード積みたいから、泥場は G と喧嘩するんだよな。MD のことだから多く禁止とかしそうな気がした。なるほど、多く禁止か。意外とあるかもしんないね。ジーガンはアトラクターがティア高かった気がします。ホレスはあれだもんな。やっぱそこだよな。
ガンマ。でもガンマ入れらんないな。とりあえず8枚耐性でやってみるか。あんまり積みすぎてもだし。7枚か、今。ガンマはね、場にモンスターいない状態で展開できるデッキだったらいいんだけど。スケープゴーストも、でもスケゴないとオポジション弱いから。サモリミとか正直あんまり強くない気がしてるから。サモリミが強くないわけじゃないんだよな。ターンがかかりすぎて結局解決されてるだけなんだよね。相手のカードを減らしてくれるカードではないから、アドバンテージ取れるカードじゃないから、いっそのことを神罠とかにしてもいいとは思ってる。アメソコって考察済みですか？1ドロープラスアルファの浅い考えですが。点って昔使ってたんだよね。点ってなんでやめたんだっけな。普通にエクシーズ召喚したい場面あるから、違うな。変定型。カン、ソムウォン、ヘルプ、ミー、ゲト、ゼ、ソード、ソウル、デク、マイ、コード、イズ、1D3 ア55アスキーヤート、なんか来た。イト、ウド、ピ、ナイス、ハロー。ソムウォン、クド、ヘルプ。ちょっと待ってね。just a minute. I'm not good at English. 双剣のあれしてくれみたいだ。ソードソウルって双剣のこと？ Help me get the 双剣デッキのコードがあって、デッキ診断ってことですかね、これ。コメントコピー。できる。ちょっと翻訳します。ずいぶん前にドラグマ型は使ってたんだよね。黒ずきん音ゲーやる。黒ずきん、実はゲーム全然やんないです。音ゲーは本当に触ったことないな。あれか。これ、コード入力していろいろくださいみたいな。なんたらかんたらってやつか。トライアル、ウェルカムバックキャンペーンみたいなやつでしたっけ？フレンド登録すればいいんだっけ？それだけだったら全然今。ここに入れればいいの？キャンペーンコード入力じゃなくて僕は入力できないのか。できる人がいたらじゃあ入力してあげればいいのかな。もしいいよっていう方いたら。イーブニング、アイ、ドーンと、アンダースタンド、待ち、
ジャパニーズ、うんあと、うんうん。アイ、ライクと、ゼ、チャンネル。Thank you. Good evening. 僕が今言えることは I'm not good at English なんですよ。I'm good at もし、ちょっとやり方がわかんないんだけど、復帰してすぐの人しか入力できないのか。そう。これを読んであげればいいか。ちょっと待ってね、ごめんなさいね。そう、確か250ジェムぐらいもらえるんだっけ。僕もちょっとやってないんですけど。あ、そっか、復帰税じゃないとそもそももらえないのか。そっか。もし何さんかな、ロナルドゲーマーさんに、協力していただける方いたら、よろしくお願いします。で、ちょっと待ってね。僕がこの配信にコメントを残してあげればいいのかな。これでいいのかな。ソリー、アイ、ジャスト、ゴト、アク、ソー、アイ、カント、エンター、ゼ、コード、マイセルフ、イフ、エニーウォン、カン、ヘルプ、ミー、エンター、ゼ、コード、プリーズ、エト、ミ、ノー。すごい、ズンダモンにさ、英語読ませるとこんなに片言になるんだね。サンク、ユー、フォー、オルウェイズ、リーディング、ゼ、ブラック、ライデで、ィング、点々の人ですね。点ケイベル々ね。オブ、コンテンツ、イト、メイクサス、ブギミック、そう、ミ点々入れるとベリー、ハッピ何がいー、いかっていうと、まあ、パニッシュメントとか、ジンギスカンで、墓地のゴーストリックカードを回収できるんだよね。点々割とありだな。前ドラグマゴーストリック組んだ時が多分、あれかな、よ、永エムア遠カードだっドエルゼ、たのかな。チュートリアルズ、ヘルプと、うんミ、あ、ロト、サンク、ユー、そう、意外とね、海外の方がコメントくれることが結構あって、その都度、Google 翻訳して返してるんですけど、とても嬉しいです。マドルチェをしなんだ。あーね、マドルチェか。Your マドルチェ、チュートリアルス、ヘルプミ、はいはいはい。Your welcome。拙い英語で喋るのがすごい恥ずかしいから、マドルチェ is very cute ぐらいしか返せないんですけど、まあ強くなったよね、マドルチェもね。いや、まだまだ課題は山積みなんですけど、
ちょいちょいね、大会出てるんだけど、結局やっぱり誘発貫通ができなくて辛いっていうのは変わらない。点定入れるんだったら、どこまで積むかな。でも召喚権は避けないから、また高校か。召喚権避けないので、それか、いっそのことも拮抗勝負入れちゃうとかね。だいぶ入れたくないけど。召喚権避けないから、ああ、そっかそう。だから結局さ、天帝の人って、召喚権避けないからさ、なんか同じこと何回も言ってるけど、そこなんだよね。マドルチェは主光返して仲間。フェスティバルに変換すれば、エクレシア特殊召喚できるけども、肝心のフェスティバルが弱いから、パニック前提、まあでも意外とありかもな。もうなんか僕最近、無理にそのパニックプラスゴストリメインっていう盤面作ろうとしてないから、昔はとにかくそれに躍起になって、いや、フェスティバル、じゃあメイン残んないからって言ってたんだけど、ありかもしんないね。で、エクレシアまで行ければ、パニッシュメントか、そもそもゴストリを召喚する必要があるのか。本当はね、クエムとかカルテシア入れるのが一番いいんだけど、本当にいよいよ召喚権避けなくなってしまうので、多分エクレシアか入れるとしたら、エクレシアか、まああれか、ジンギスカンか。ジンギスカンで、妨害を作ろうと思ったら、リミがなんかまとめててくれたんだよな、天帝の。採用検討できるカード一覧みたいな。ジンギスカンの場合はでも、ジンギスカンだとさ、結局フルルドリスも入れないといけないよね。妨害作ろうってなったら。ジンギスカン。あ、ジンギスカンはあれです。マクシムスドラゴンです。衝動の大ジンギカンって書いてあるから、勝手にジンギスカンって2人で言ってる。スリミと。ラビュでニビル使えるの珍しいな。ただ、だいぶ、トークンが強い。マキシムスですか。あ、そうそうそう。やつです。これ、マリー無理やり起動してもいいかもしんないな。3300くらいなんてことないけど、まあ別にでも、いやでもあれか。どうしよう。殴ってもいいし、殴んなくてもいい。こんばんは。来た瞬間に国際チャンネル間に驚いている夜です。あ、すごいでしょう。頑張って今、交流を深めてた。最近ね、さっきもちょっと話したんだけど、海外の方からコメントいただくことが多くて、嬉しい限りですねっていう話をしてた。で、ポジションがあるから人型はいらなくて、何持ってくるかな。人型、キョンシー人型、エクシーズをしたいか。ロズキンさん
英語できるんですね。尊敬英語で。ですきないです。英語できないからさっき翻訳してたの。Google 翻訳で。かっこいい。夜よりはできるかな。えー、っと、どうしようかな。まあ、キョンシーかな、さすがに。キョンシー人型、妖精。セイレンに頼りたくないからな、あんまり。設定上はできる。設定上は、英語、フランス語、ドイツ語を喋れる設定に、だと思ってる、勝手に。なんだっけ、バイリンガルの上ってなんて言うんだっけ？トライリンガルっていうのかな？まあ、とりあえずエンドですかね。ただ、あれがあるんだ。そっか、ストーリーが墓地いるからさ。でも、あれか、モンスターじゃないの。フィールドから離れないから。待って、そっか、これ、だるま打てないのか。やばいな、それ。ってなったら、まず、リトルオポジション使って、表側カードいないと打てないんだよね。オポジションで、人型か？妖精の方が欲しい気がするけど、人型かな。待って、間違えた。まあ、いっか。これで、これ、巻き戻り発生するよね。あのモンスターの数変わったので、トービーが来て、で、処理後に、だるまを打ちます。ストービーは守備が2000あるんだよな。で、こっからね、レベル3をサーチできたら強いんですけど、ここ難しいな、ここも。ただ今攻めたいな。次のターンに、ランク3展開移ることを考えると、ショットあるのか。待って、妖精で妖精でショット回収。マリー蘇生、キョンシー反転でいけるか。それでいきましょう。いらない。いらないけど、まあ悪くないな。相手の伏せ次第か。いや、悪くないか。テープゴースト通常召喚して、ブリキの軍曹を出せる。キョンシー反転します。いや、いいのか。で、まあ、ここは別にどっちでもいいんだけど、一応モンスター増やしとく。
ただね、スケゴ蘇生しても邪魔になること多いんだよね。こうなると。で、これでアルカードに行けるので、バックなんだろうな。でも発動してきてないからあんまり、なんか、下手に割んない方がいい気もするんだけどな。ストービー墓地にいるからさ。いやー、でも割っとくか。怖いもんな。案の定だった。余計なことしたな。シャバラ。シャバラは、でも別に特に効果ないよね。天使で、シャバラを墓地に送りたくなくて、なんかあったっけ？あれ待って、相手の墓地なんかあったっけそもそも。ストービーくらい、待った。いや、余計なことしたな。これは僕が悪いです。ビッカムがあるね。ビッカムあるのめちゃくちゃめんどくさいな。リトルナイトで処理しに行くか。で、ショットは回収できる。で、召喚権はない。すごい裏目引いちゃったですね。ね。そこまで想定しなきゃいけないのって思ってる。いや、超めんどくさいな。ナイトかな。ショットあるから、もうなんかアーゼウス行きたいんだけど、正直。一応パニック。リトルナイト出して、直接攻撃できないだけだから、いや、どうしよう。あれ、待って、ビッカムってビッカムあるよね。あれ、待って、ビッカムってあれか。そうだよね。レベル8以上だったね。もう時間がない。これ使う必要あったのか。まあ、でも、あれか。手札から出されなくてよくて。いやー余計なことした。そうだよね。最近でも破壊入ってるの多いもんな。もう、アーセウス行くか。時間ないもんな。考えてる時間が全然ないので。で、盤面処理するかどうか。とりあえず一回エンドしよう。時間ないから。待って。オフにしよう。オフ。オフ。待って。オフにしたんだけど。はい。ひどい試合を見せてしまった。で、楽器を先行一回も弾けてないんだけどさ。
一勝もしてないんだけど、今日。これは悔しい。悔しいな、これ。なんかバカみたいだったな。裏目にも程があるでしょ、今の。で、まあ、ね。あえて言おう。羽が来ます。言うことで来なくなる。いや、言うことで普段来るんだけど、ごめん、これ普通に間違えた。普通にセイレーンからですね、これ。もうセイレーン後から召喚することが多すぎて、流れで伏せちゃったけど。よし、来ない。残機だったらワンチャンあるな。いやー、セイレーンだった。ごめん。超会場が来るんだよ、結局。だからこれで。じゃあサーキュラーをだから裏にしとかないといけないんだ。ウォッチに送らなければいいので、ラプラシアンが来ると、ちょっと良くない。ラプラシアンまだ出ないから、ダランペルシアンか、今。とりあえずサモンリミッター貼っておくて、普通に僕のプレイングが悪いです、これは。このターン、ダルマ、無駄になんなかったからな、攻撃されれば。そうだよね。これは僕が悪い。で、守備が1500。1500。あれ、ラプラシアンはさ、3体以上だったよ、確か。ダランが2体で、調べます。3機。ラプラシアン3体で、2体がダランペルシアンで、3機カードサーチ。いやー、もったいないな。セイレーンのチャンス1回あったのにな。で、次のターンは、とりあえずバトルで1体だけ処理しとこうか。サーキュラーか、さすがに。そうだね。サーキュラーどかそう。で、多分、不正カード無限じゃないんだよな。位置的に。シグマは1500。
リミッターとパニックとか人型の相性はすごい良くて、基本的になんか前も言った気がするけど、でも残機だとあれか。リングリボーとか入ってんのかな。マイニング。だいたいそう、反転召喚2回して、エクシーズとかシンクロとかリンクする前に、サモンリミッターは反転も含まれるからそこで2回止められるんですよね。で、相手ターンにパニックとかで裏にして、次のターンも反転で終わらせる状況を作ったり、パニックがない場合でも、人型がいれば、自分のターンに反転召喚して全部裏にできるので、サーキュラー蘇生ちょっと厄介か。どうしようかな。シュタインが普通に破壊されるんだよな。打つか。これはいやーまあ、シュタインが消えた時のこと考えてショットか。サモリミカで超解錠って打てるんです。超解除打てると思う。あれでしょ？一気に特殊召喚でしょ、確か。うん。サモンリミッターは、ニビルと違って数じゃなくて回数なので、1回目の特殊召喚、2回目のシンクロ召喚、エクシーズか。そうそうそう。いや、多分2回扱いにはなってるのかな。で、トラップトリックはありがたいな。ただあれかも、だるまなくてパニックないから、ポジションぐらいか。で、一回裏にします。ベーラはちょっとやだな。ベーラーやだな。ハカーナ臭いな、ちょっと。ハカーナだったら終わりかも。ね。いやー、これ僕が悪いな、でもさっきの。だるま無駄打ちしたからな。っていう感じで、なんか、まあ、今回僕のプレミなんですけど、なんやかんやでね、守り見張ってても突破されるんですね、こんな感じで。10。待って、デッキのトラップあと何があるんだ？オポジションぐらいかな。ないよな、もう。
とあと1戦だけやったら別の方に変えてみるか。一応今日はパレード型も試してみたかったので。何があるかわからない。デッキに。ああ、そうだよね。そう、リミッターがだからさ、強いデッキは、そもそも、処理しに行けるデッキなんですね、相手モンスターを。止まったところ。打点が低いデッキで、リミッター使っても、リングリデルマに使っとくべきだったな。そう、エルドくらいね、打点あったらいいんだよね。人型か。人型だな。人型で妖精持ってきて、これは殴ってもらわないといけなくて、まだなんとかなるかな。で、オポジションどこで使うかなんだけど、オポジションは、増字ちょっとやだな。ただ、反転召喚したいから、エンドと、いや違う。だからあれか。リングリどかさないといけないから、そんな人型のテキストじっくり読まないで。素直に攻撃してきて。攻撃してもらわないと始まんないんだ、このデッキは。怖くないよ。怖くないぞ。おい。おい。逃げるな。いや、だったらキョンシーだったか。キョンシー、いや、まあでもキョンシーか。いや、めちゃくちゃリングリ邪魔だな、そしたら。おー、いい引きですね。まあ、とりあえず反転しましょう。でね、ちょっと落ちてほしくないんだな、そこは。いや、ワンチャンあるかもしんない。リングリに消えてもらって、で、で、これでエンドでキョンシー持ってきます。で、次のターンそうする、あれあ、サモンリミッターか。あれ待って、サモンリミッターじゃなくない？ 1 回しか出してないでしょ？なんだ？サモリミじゃないよね。反転通常で2回。反転してる。ごめん。自分でさっき言ってて。で、ショット落ちたのがすごく痛くて、残機相手だったら猫娘がいるとすごく楽になるんだけど、またリングリ来ると超めんどくさいんだよな。まあリングリ来たらでも、リングリで終わりだからいっか。そうですね。
いや、でもあれか、超解除持ってこられんのがまずいか。違う、超解除あるのかも。あれてか、そっか、超解除を持ってきてるからさ、最初に。残機モンスターが溜まってないのか。まだ2体。なので、絶対に墓地に送ってはいけない。そうで、パニックは反転召喚じゃないので、リミッターには含まれません。でなんですよ。ここね、オポジション打てない。打てないんだったら、オポジション打って僕は、いや、違う。アディオンを、残機エディオンを裏にしなければいいんだ。そうだね、パニックで2体起こして、要はキョンシー持ってきたいんですね、今。で、この子だけ裏にするでいいかな。いや、でもキョンシー持ってきてもらうのかな。今裏に、だって今破壊するとさ、キョンシー持ってくる。いや、違うな、普通にこうか。どっちかっていうと、今、展開できないから僕も。薬剤引くか、セイレーンで、ホットナイトあたりを揃えていきたいんだけど、ハウスナイトか。なんか勝った。だいぶうざかったんだろうな。っていう感じで、サモンリミッターは、結構癖のあるカードです、やっぱり。サモリミのおかげで今のはね、だいぶね、なんとかなったんだけど、別にこっちも、手札次第では苦しいから、やっぱ薬剤があるかどうかだね。薬剤があるかどうかと、セイレーンのサーチ先がまだ残ってるかどうかで結構変わってきてしまいます。使い勝手が。このペースでいくと本当に20いけないんだけど。変更は取れる。GG。ありがとう。なんとかなりましたね。妨害がない。ゼロ妨害。絶対ここセットで来るんだよな。ゼロ妨害やばくない？オポジションだけ伏せるか？ゼロ妨害の時に下手に展開してさ、全熟されるともう終わりなので、マリーもいるから、こうか。せめてキョンシーとかだったら、19の昇格戦いけるなら20もいけるはずだとは思うのですが、茨の道には違いないですね。19もね、結構運よく、17から18が結構良くて、19も18の時も割と最初が調子良かっただけで、
オーガから入ってくるんだったら、そこまで展開は伸びなさそうだけど、パーピアスとかあんのかな。トラックは OK じゃないな。マリー捨ててた。大丈夫だ。20が結局最後5連勝だからさ。とりあえずまあこれはいいんだけど、プリペアってなんだっけ。いや、これハウス飛ばされると困る。よし。カイザーアイ。で、ここで持ってくるカードも結構大事で、ポジションがあるから、4子でいいかな。いや、ポジションどこで使うかなんだよな。とりあえずキョンシーか。サインは別にいらないと思うから今。プリペア。これバロネスかな。バロネスはもうどうしようもないな。バロネス作るんだったら、ポジション。いや、違うか。違うな。エンドポジだな。まあ、うららあるんだったら、どの道。で、プリペアが相手ターンに、クシャの SS。トラップ使ったら、手札を。いやー、バロネス無理だな。もうこっちが1体場に出すのどれだけ苦労するか知ってほしい。そんな簡単に破壊しないで。そんな意図もたやすくさ、こっちは表側で召喚できないんだぞ、モンスターを。終わった。今あれか、アトラク打たれてるのか。無理では。いや、さすがにゼロ妨害が良くなかったな、今のは。まあ、18まではね、割となんとかなったりはするんだけど、多分18行くのにも結構な上振れを引いてはいるんですよ。で、19まで上がるってなると、さらに先行を取れて、手札も良くないといけないから、パレード。このパレード型ゴーストリックは僕が、いつだっけな、フェスティバルとかが来る前に使ってた方なんだけど、本当にこれくらいしかできることがなくて、当時精霊もいなかったので、いよいよ何するんだっていう状態だったんだよね。で、その中でも、サイクルリバースもろくにできません。っていう状態の中で、一番まだ可能性があるカードがパレードだったから作ったデッキ。
だったんだけど、当時はね、センサー万別とか、サイコロが、無制限だったんですね。だから割とまだなんとかなったところはあったんだけど、うん。一回休み打てばとりあえずいいかな。うん。ミラージュスタリオかな。これ後打ちでも確か大丈夫だよね。無効化されるだから。うん。存在、これって直接チェーンでいけるんだっけ？存在してるの？処理上って。後で調べるか。まあ、どのみち守備表示にするんだったら、打ち解くか。ただ一回休みはね、僕も、これサモンリミッターと同じなんだけど、こちらもね、割と困るカードではあります。うん。人型をなんとかして起こして、ベイルリンクスは別に大丈夫だから、あ、でもヒートライ、あれ、リンクにってサンライトウルフか。使ってくんのかな？普通に攻撃してくる。だったら、あれ。このデッキあれか。パニック1枚しかないんだ。そうだそうだ。パレード型は、基本、とにかくパレードで受けることを重点に置いてるので、パニックにあんまり枠を避けないんだよね。その、モンスター減らして、もうそれが無理なんだよな。メタバースもちょっとね、UR だから2枚しか持ってないんだよね。お、裏にはさせてくれたけど、どっちにしろ、フィールドないのがとてもきつくて、いや、とてもきつくて、無限で止まって、で、あとあれか、
オポジションだけなんだけど、もう持ってくるカードない。いや、あるか。一回休みがあるから、このまま行くとでも普通に戦闘で処理されるだけだから、そうだね、ポジションを持ってきて、本来の戦い方と全然違うんだけど、パレード型はね、フロストとかを入れられるのが割とコスト率使い的にはポイント高い。パレードチェーン1でランタンとかフロストをチェーンにすると攻撃を守りつつ無限に一回休み邪魔だな、こうなってくると。無限に半永久的にバニモンスター展開しつつ攻撃を防いでくれるんだけど、守備いくつだっけ？高いよな、でも。サイクルリバースより絶対使い勝手悪いんだよな、この方。効果も無効になって、だからフィールドありきなんだよな、本当に。まあ、それかリンク召喚するかなんだけど、あれかな。フェスティバル経由した方がいいかな。ペイレーンさえ持ってこれれば、もしかしたらパレードにアクセスできるかもしれないので、で、とりあえず効果無効になってるんだけど、回収だけしておきます。ただ、精霊持ってこれてもこれも割とリソースが墓地いっちゃってるから、苦しいかもしんない。一回休みがあとはどれだけ粘ってくれるかだし、このターンはもうこの辺効果使えるので、
普通に戦闘で処理されて終わりかな。うん。まあ、入れれるんだったら終焉の地とかも、あんま入れたくないけどね。結局今回みたいにフィールド引けないってなると、まあ試合にすらなってないから、もう被るの承知で終焉の地とか入れてもいいかもしんないんだけどね。終焉の地入ってたかな？入れてなかった気がするな。今のフィールドところ魔法サやってーチることが癖遅延行為があるのでしかない。しか残されてない。テラフォないからさ、まあ、パレードはメタバでいいんだけど、フィールドを使うデッキだいぶ苦しいよね。ボン回しがそもそも最初から実装されてないもんね。とってもフィールドをサーチできるとってもいいカードを教えてあげましょうか。ゴーストリックリフォームって言うんですけどマドルチェバトラスクって言うんですけど、いやーやばすぎて札。てかゴーストリック引きすぎなんだよな。2連続だってこのデッキモンスター6体ぐらいしか入れてないのに。2連続ゴーストリックだもんな。リフォームで変えるためのフィールド魔法サーチをエンフェでやろうとしてんとなりました。リフォームで変えるためのフィールド魔法、ハウスとかってことね。エンフェ出しつつでもリフォーム持ってくるの大変そうだよね。うまくリフォームを、いや、違うか。そうだね。結局、コストリ展開だけだと、フィールドプラスリフォームを供給できないから、だからまあ、フィールドサーチだったらあれじゃない？普通にさ、竜の警告でデストルド落として、で適当なモンスター、場のモンスター使っと、墓地のデストルドでシンクロしてエンフェ出して、そしたら竜系割りつつ、フィールドサーチできるから。そもそもエンフェでリフォームで持ってくるフィールド魔法を持ってこれちゃいます。そうだね。うん、エンフェだったらやっぱり竜系なんじゃないかな。手札のモンスターもね、SS できるし。うん。そう、僕は6体しか入れてないはずなんですけど、やたら引いたね。3枚くらい来たよね、今。
で、このデッキルーンが入ってるから多少は破壊耐性、羽とかには強いです。バイロン展開が綺麗にできた時のエンフェがすごく良きでした。いやー、ルーン引けないか。引けないし、カイコロが、アトラクってみんなどこで打ってる？僕、墓穴嫌だから自分のターン打っちゃうんだけど。でなんだよな。羽嫌だから一応ここで終わりにしとくか。アトラク打ってるからまだ耐えれそうだし。うん、相手のデッキ次第すぎるんだよね、これも。やってること。バイロン展開できた時の、になったことがありません。まあ、そもそもね、アトラク使うデッキ使わないっていう人も結構いるよね。アトラク入れられるデッキがだいぶ限られてるので。バイロン展開でエンフェ使うのか。バイロン全然わかんないや。いやー、まあ、エクレシア。というかあれだな。パニッシュメントがちょっとめんどくさいな。これで盤面崩壊するからな、普通に。で、まあ、攻撃してくるかどうかですね、ここは。最近やりましてバイロン展開。表側しか破壊できないので、なんか僕が何も出さなければしばらく耐えれるかもしれない。バイロン展開って何？出張できる感じ？割と汎用性高い感じですか？お、来てくれました。で、優先したいのは人型なんだけど、人型持ってきたいのだけれど、実はオアトリートで、待ってこれ。いやでもオアトリートもな。人型持ってきてもね、今。ケースとエレメント揃えてバイロン爆発させるようなやつです。とりあえず人型でいいかな。人型持ってきて、とりあえず人型持ってきます。オアトリート結局相手に選ばせるからさ、ハマれば強いんだけど、これもだいぶ相手依存なんだよね。自分が無効にしたいときは、ライフ削る方にされるし、パニッシュメントで割られんの嫌だな。メタバースはありがたい。で、羽なさそうなので、とりあえずこのまま、サイコロ貼っちゃいましょう。センサーも伏せていいかな。センサー使うとね、こっちも結構制限されるから。まだいっか。4回打つ前提だなと思いましたトリート。ロルバとかと使うと割と相性いいと思う。いや、トリートはね、半分でよかった、ライフ。どうせ相手が選べるんだから。無効にされるか半分かでよかったと思います。で、半分になると、次のターン、打天使で、ハウスサーチして、4000削りやすいから、4000で、半分で、
条件がもうちょっとね、簡単だったら使いたかったけどね。あ、キッコあったんだ。このデッキもね、めちゃくちゃ時間かかるんですよ。で、次に欲しいカードを考える。割とロールシフトはありかもしれない。ライフはまだ余裕あるので、セイレーンでデッキ圧縮でもいいかもな。ちょっとかな。人型なんとか、セイレーンで、ただセイレーン出すと、ライフカットが早くなってめんどくさくて、ロールシフト持ってくるか。なんでこんな考えなきゃいけないんだろうね。ぼっち。そうなんだよな。正気に戻っちゃダメですよ。どうしよう。待って、フォルスでしょ。普通にイムセティ来られると、残りのライフ、まだあるんだけど。いやー、まじ、とりあえずちょっと持ってくるか。どうせ人型破壊されるから。ちなみにこのパレードというカードは3-1がないです。攻撃されればされるほど、タッチできる最強カード。で、トラップトリックのサーチ先がもうポジションしかないのかな。無限包囲を打たれるとめんどくさくて、これあれだな。群雄割拠も、ちょっと待って。割拠結構やばいかも。あ、割拠やばいか。まあでもゴストリは結局裏になれば、種族とか属性参照されないから、とりあえずフェスティバル出します。で、多分ね、パニッシュメント打たれるから、カイコロ守んないと、イムセティの削りでだいぶきつくなってくるんだよね。なので、ちょっとで蘇生して、無限あるとやばい。あ、儚か。儚もやばい。したらトラップトリック捨ててオポジション持ってこれるようにするしかないかな。はい。こうするしかないもんね。パニッシュメントで、これはどうしようもなくて、で、トラトリ割られるとちょっと嫌だかな。いや、カイコロも嫌なんだけど、パレードとか割ってくんないかな。あ、パレード、オッケーオッケーオッケー。
で、とりあえずモンスター出したいんだけど、トラトリだから、メタバースから入ります。もうサモリミも使っちゃっていい気がするな。まだか。これって相手出せるの？あ、2位だから出せないから、こっちだけ一方的に、いや違うか、まだカイザー殺しも適用されてないのか。とりあえずパニッシュメント消せたのは結構でかくて、パレードのサーチ先どうするかなんだけど、ぼちぼちロールシフト欲しいかな。先セイレン、ロールシフト。これ、攻めらんないんだよね、まだ。ランタンとかも、いや、フロスト持ってきておくか。展開していきたいよな、そろそろ。あ、違う、でも活況あるからダメだ。あ、違う、活況だからいいのか。活況だからデュラハンまではいけるのか。とりあえずフロストで次のターンの攻撃は守れます。で、その次のサーチ先を考える。ロールシフトはそろそろ欲しい。パニックも欲しい。フロスト残してもいいかもしんないな、まだ。今出しちゃうとイムセティも来るから。そうだね。人型除外されてんのがだいぶ痛いんだよね。このデッキの中核となるカードなので。ロールシフトもさ、表にできるの1体だけだから、基本的にはパニックの方が使い勝手がいいんだけど。活況があるからな。ああ、破壊のルーン持ってくるのありか。てか破壊だよな。バトルスキップされるけど次のターン破壊割りたい。
いや、今使っていいのか。今使って、ここでバトル入るか。なんか嫌なカード見ると3ボル入ってるってことは、羽とかも普通に入れてそう。で、ぼちぼちですね。この辺ですね。活気が消えたから、うん。で、スケルトン持ってきたいな。どうしよっか、ここ。デュラハンから普通に行くか。いや、スケルトンで削るにはでも、多分ライフ足んないんだよね、もう。ちょっとどこにあるんだっけ。ちょっとは墓地にある。ってなると、750だから3ターン耐えれるけど、サイコロ、センサー。いやー、ちょっと足んない気がするけどな、まだ。もう、動き出しがだいぶ遅かったから。ランタン持ってきて、削りに行くか。ちょっとは墓地にあるから、そうだね、パニック持ってきて、そのプランでいきましょうか。妖精も墓地にいる。リトルナイトは出す余裕がないかな。まあ、イムセティ出てくるのはいいんだけど、ダメージ計算時だ。あ、まずくない？いや、大丈夫か。んあ、ダメじゃん。全然ダメだった。ああ、まずいね、それ。超やばいじゃん。っていう感じでね、なんか、このデッキは、もう、まさに机上の空論という言葉を、まずいね、体現したようなデッキで、パレードで無限に攻撃してもらって、リソース供給して、で、なんかスケルトンで削れれば強いよねっていう話なんだけど、なんとでもなるからね、今のデッキ使えば。基本的に除去カードなんか、どのデッキも入ってるから、いやー、パニッシュメントが来るともう無理だな。フギン、ルーン引ければ、いやー、でもネトス落とされたら、妖精にパニッシュメント踏んでもらって、この辺の後引きもめちゃくちゃ弱いからね。
あ、終わった。気取れは無理なんだ。気取れは無理なんですよ。3000超える打点がいなくて、で、ね、棺があるから、イムセティ墓地に、棺に墓地に送られて、あ、マジョヤンさんこんばんは。もう、だいぶ苦しいです。ダメだね、これは。19の昇格戦までは行ったんだけど、そっからサイクルリバース型で10連敗して、で、トータル50戦くらいやったんですよ。50戦くらいやったんだけど、やっぱりなんか想定していた通りというか、勝率が3割くらいしかいかなかったんですね。で、さすがに3割だと、こんなに上振れても20まで届きそうになかったから、いろんな型を試してみてるんだけど、っていうところかな、今。最終手段は、スネークアイとかスプライト使います、もう。とりあえず、で、今、メインゴーストリックを中心とした構築で使ってきたのが、このサイクルリバース型と、今使ったパレード型なんですけど、どちらも穴だらけですし、まだサイクルリバース型の方がマシかもしんないね。で、勇者はね、描いてたのでロムってました。あ、ずっと、あれか、ずっと見てくれてたんだ。アルカードですか？あ、そう、勇者がね、勇者型は、なんか使ってて思ったんですけど、一見相性いいように見えて、セイレーンで墓地に落とせたら強いじゃんって思ったんだけど、バルモニカです。バルモニカか。セアトリーチェですか？かわいいよね。いつも困ってる表情が僕も大好きです。セアじゃない、セレトリーチェですね。そう。セイレーン使ったターンが、アラメシア使えなくなるから、基本的には。っていうのと、ドラコバックをさ、サーチできないんですよ、オストリだと。セットが、運命の旅路の召喚特殊召喚に反応しないから、コストが供給できなくて、毎ターンコスト払ってグリフォン持ってくる動きが弱かったので、罠型かな。あとは、そしたら、罠型使ってダメだったら展開型かな、もう。で、罠型をどこまでどうするかだよね。これもさ、ラビュに寄せちゃったらラビュだからね。あともう一個僕試したいのがあったんだ。ルーンゴーストリックが。ルーンゴーストリックでも昔配信でもちょっと使ったんだけど、あれもだいぶ勝率低かったんだよな。ルーンゴーストリックはですね、一見相性とてもいいように見えるんだけど、バトルフェーズを行えない制約がだいぶ辛くて、ルーンはバックを守れるからさ、不銀で。人型とかキョンシーを自分のターンにセットしておいて、で、ルーンカードが本当に器用に立ち回ってくれて、バック割られそうだったらチェーンして不銀出してバック守れるし、で、普通に妨害したい場合は、凍てつくとか、輝くが妨害になるので、妨害もできるし、
もし使う機会がなかったら自分のターンに不義員か無任を出し特殊召喚して人型キョンシーを反転召喚してエクシード展開にすぐつなげられるっていう感じですね。不義員がレベル2で無任がレベル3なのでここの2体とすごい相性がいいです。でそうすると竜を立てつつゴストリパニックメインゴストリプラスパニックの盤面を作れます。ただね、このルーンゴーストリックも罠型ゴーストリックもルーンだったらルーンに寄せた方が強いし、罠型も罠にラビューに寄せちゃった方が強いので、今回のコンセプトがゴーストリックを使って主役にセカンドに進むっていうコンセプトだからどこまでやろうかなっていうのが結構僕の中の課題ではあります。どこまでなら許されるかというかだいぶ葛藤してますね。ちなみにちょこっとルームマやりたいっていう方いますか？僕普段配信始めても全然ルームマやらないんですけど、息抜きがてらもしやりたい方いたら少しだけやろうかなと思います。内なる自分がどこまで許可するか、どこまで行ってもゴーストリックモンスターが足引っ張ってるのがわかります。ゴストリ使いはね、嫌というほどわかるよね。自分が一番わかってるもんね。ただ、なんか、そうだな。メインゴーストリックをなんとかできるような、というか活躍させられるような新規が、なんとなくもうすぐ来るんじゃないかなっていう気はしてて、いや、完全に僕の、あれですよ。憶測でしかないんですけど、ギミパペとかの強化を見てたらさ、ゴストリのそのテーマのコンセプト上そんなぶっ壊れることはないと思うんだけど、ゴスピとかでさ、打天使が結構大暴れしたじゃないですか。そうなった時に、はいはい、ゴーストリックねってなって、みんなが使い始めたら、そうなる前に僕はちょっと何かしら形を残しときたいっていうのもあるし、そうなったらもう、ね、規制されるのは打天使とかショットだとは思うんだけど、別のデッキになってしまう可能性もやっぱあるからさ、できることはちょっとやっておきたいなっていう思いがあるんですよね。可能な限りは。形にならなかったけどアーマードでギュラハンアルカード装備したかった。それもね、なんだっけ、アーマードエクシーズか。あれもやりようによってはすごい面白そうだもんね。あと、ゴーストリックだと4プレイランサーを何体も並べられるから、打点めちゃくちゃ下げて、で、めちゃくちゃモンスターに殴るっていう。で、あれなんですよ、ゴーストリックがさ、最後に新規来たのが、2011年の10月なので、ぼちぼちかなっていう。今のところ、
2017年10月、19年10月、21年10月っていう2年周期で来てたから、去年は来なかったんですね。10周年だったんだけど。ただ、人気テーマではあるからさ、割と、まあ、来てもおかしくないよなっていうのはあって。っていう内なる思いがあります。でこれはちょっと昨日も一昨日も話したかもしれないんですけど、もうがっつりね、このスプライト、ゴーストリックとかさ、スネークアイ型は今崩してるんだけど、これか。これとかでもダイヤ1とかは言ってるんですよ。一番上のランクまでは。だからまあ結論は僕の中ではもうすでに出ていて、どの構築が強いかっていうのは出てるからこそ、ゴーストリックが実際にどこまでいけるのかっていうのを試したい。で、多分トータルもう60戦くらいは17レベからやってるんだけど、勝率3割のところ息を出ない感じです。ちょっとラビュー型は試してみたいな、でも。構築まだ考えれてないんですけど。自分のメインテーマは強化来ちゃったので、これから10年強化来ない想定でいます。泣き。テーマによっては本当に来なかったりするからね。今全然来てないのなんだろう。ストーリー系は来づらい気がする。その聖杯ストーリーとかさ、クローラー来たのは結構僕びっくりしたんですけど、オルフェゴールとかはもうストーリー終わったら一向に来ないだろうし、まあ11期テーマはまだ強化するにしても早いと思うけど、聖杯ストーリーはとかね、あと9期のとかね、9期で言うと流星とかグレイドルなんか一回も来てないし、来ないテーマって本当に来ないよね。ゴーストリックは前回で4枚来てたのでなかなか来ない気もしますよね。なんかさ、そうなんで、それもそうなんだよな。前回の来方がさ、リンク1、メインモンスター、魔法罠だったから、これでもう満足しただろっていう、コナミのちょっと意志も感じるんだよね。なんか集大成感ちょっとありましたよね。この全員の集合絵が来てさ、4枚も一気に来るのって初めてだったから、で初のレベル4モンスターが来て、ようやく今入ってないか、トリックオアトリートのさ、ゴーストリックってハロウィンのテーマだから、トリックオアトリート来ないかなって結構言われてたんですよ、巷では。で、ようやくゴーストリックオアトリートっていうカードも来て、で、展開札も来て、どうだ、これで満足しただろうっていうどんなテーマも欲しがるリンク1。感じる。これじゃなかった。もう本当にセラの小悪魔を見習ってほしかった。この子がね、僕はずっと言い続けます。この子が起動効果でゴーストリックをリクルートできたらせめて、もう世界は全てね、変わってた。何もかもがね、変わってたんだよ、構築が。公開外は完璧なんです。ね。本当に。丸1効果は割といいとは思う。あんまり強くないけど。個人的には、
多分マジョヤンさんとか詳しいかもしんないんだけど、ゴーストリックのフィールド魔法って3種類あるじゃないですか。で、ハウス、パレード、ミュージアムっていう、確かフィールド魔法3種類あるテーマってゴーストリックが初で他になかったと思うんだけど、このゴーストリックハウスはあるカードが、ゴーストリックって生息地がそれぞれ違って、ハウスに関してはあるカードが統治してるというか管理してるお屋敷なんですね。で、ゴーストリックミュージアムはこのエクシーズのデュラハンが一応ボスで、生息してるモンスターも涼しいところを好むようなフロストだったり、フロストぐらいかあとスケルトンとかマリーとかが住んでたりしてて、でこのゴーストリックパレードっていう人里を離れた、違う街に繰り出してきてるゴーストリックが描かれてるフィールド魔法があって、これは別にこの街のボスがサキュバスっていうわけじゃないんだけど、こういうなんかエクシーズモンスターそれぞれになんか専用のフィールド魔法というかっていうのが存在するんですね。で一応登場したパックもアルカードとハウスが初めてシャドウオブシャドウスペクターズか出てきて、デュラハンとミュージアムがリバリアンツじゃないか、バリアンツじゃなくてちょっと忘れしたんだけど LVAL っていう型番を覚えてるでその次にプライマルオリジンでパレードとショットじゃないサキュバスが来たので、何が言いたいかっていうと、打天使のフィールド魔法が来るんじゃないかって僕はずっと期待してます本当にね、シャンバラが欲しい、ゴーストリック版の。しばらく来ないかもね。でも確かにね、そんな気もするよねハロウィンごとに期待できるのはちょっと他のテーマにはない特権ではあるんだけど、集大成感はちょっと否めないもんなそんな感じでぼちぼち今日なんかあんまり対戦できなかったんだけど終わろうと思うんですけど、現状の報告っていうところと、残りこの罠型はちょっと形になるかわかんないけど、罠型できそうだったら作って、でもう一個ね、これであればまだゴーストリックなんじゃないかなっていう方がこれで、一応ね、その最終盤面に暗黒の将来神からいくと、最終盤面が妖精、パニック、エルフで墓地にマスカレーナっていう盤面が作れて、ちゃんとゴーストリックが残りつつ、妨害数もそこそこに構えられる一枚書道がこの将来神なので、割とベーゴマとかで召喚剣使わずに竜王展開できたり、将来神が一枚書道になったり、一応かがり火とかからもランク1展開ができるので、落ち消しのパズロミノっていうモンスターを入れると、竜王、リトルナイト、妖精パニックみたいな盤面も作れるから、これならまだゴーストリックかなっていう案がこんな感じの構築かな、僕の中ではちょっとそれ以外はもうこれが限界な気がするな。勝つんだったらどうしても足を引っ張ってしまうんですよね。本当にコスト要因にしかならないから今。わかりますね、これがもうなんか行き着くところだよね結局。本当はこれがっつりスネークアイにしたいんだけど、スネークアイにすると
スネークアイになるから、あ、カズさん、こんばんは。ずっと見ててくれたのかな。スネークアイにするとね、ただワンチャンを使えるんですよね。ワンチャンが使えると、リトルポジション、今の環境を普通に利敵するので、あんまり強くなくて、ワンチャン、その代わりにワンチャンを使えると、この辺を持ってこれるようになるから、この辺だけじゃなくてね、キョンシーとかもいけるし、ゴストリならマリーを採用すれば、何でも持ってこれるので、どっちかだと思います。だから、ベーゴマプラス、ベーゴマ使えるのはMD のいいところだから、ベーゴマプラス、スネークアイに寄せるか、ベーゴマプラス、ワンちゃんは引かないといけないのがな。将来神プラス、スプライト。あ、ちなみにですね、これワンチャン引かなくても、エクセル1枚から、盤面作れるんですよ。というか、将来神よりも強いです、盤面。だし、将来神型だとさ、リフォームを採用しないと、デュラハン、アルカードいけないんだけど、スネークアイ型だと、デフォルトでデュラハン出せるから、墓地のゴーストリックを簡単に回収できるっていうメリットもある。こんな感じですね。その方だったら全然ね、セカンドステージ、ちょっと頑張れそうなんだけど、セカンドステージはいけるのはもちろんそうだし、ランキング上の方ちょっと目指してみるのありなんですけど、改めていろいろゴーストリックの動画投稿してきたけど、なんだろうな、別に悪い意味とかではなくて、改めて限界が分かったというか、少なくとも僕の限界は多分、それこそレベル18のところだろうし、多分他の方がやってもそのくらいなのかなっていう気はしてます。プレイングもう少し上手ければね、環境デッキの止めどころちゃんと分かってる人だったら上までいけるんだろうけど、もう少しだけ。ただ20は難しいんじゃないかな。20いけたらかっこよかったけどね、この構築でね、セカンド行きましたって言って、構築ですって。あれ、銅が1万位だっけ？もっと上か。銅が1000位だっけ？銀が100位だったよね。毎回何万人くらいいるんでしたっけあれは。セカンドステージの人数。セカンド行ってやる気なくなるのめちゃくちゃわかるんですよ。合ってます。銅が1万銀が100。あれだよね。なんだろう。その流れでいくとさ、金が10位以内でしょ、確か。だから金10、銀100で言ったら銅1000な気がするけど、ハードルを下げてくれたのかな。銅取れましたっていろんな人が言えるように。パズルオミノ。セカンドはがっつりスネークアイでいいんだけど、だから自分は銅が誇れない。ファーストステージこれで頑張りたいな、なんとか。
抜くカードエクストラないな。打天使2でいいかな。抜けるカードが本当になくて。なんかさ、この構築だとさ、どうもすごいと思うけどな。頑張ってゴーストリックしようとしてるの伝わってくる感じがしてる。あ、ちゃんとランク1から3出そうとしてるんだなっていう頑張りが伝わる構築、個人的に。S がいないと、いやー、まあちょっとゆっくり考えるか、後で。いやー、どうすごいと思いますよ、僕も。まあ1万と100じゃ全然違うけどね。違うけど、セカンド進出も結構、しっかり時間取んないとできないし、そっからも環境のこと分かってないとさ、なかなか1万円まで上がってこれないから。うん。僕もセカンドやるんだったら、とりあえず銅を目指してみたいと思います。ちょっとね、銀目指すほど時間割けないから、労力も。そんな感じで、なんかちょっと、配信、WCS の配信今日で終わる感じ醸し出してるけど、全然まだ明日以降もやります。ただね、金曜くらいまでには、確か、セカンドステージが21からだから、そうだね、金曜くらいまでには終わっときたいね、ファーストステージ。はい。それでは今日はこれで終わりにしようと思います。13時か。了解です。木曜か、じゃあ。時間ないな。火水木で頑張るか。ファーストステージは。はい。それでは皆さん、本日もありがとうございました。まだまだ週明けなので、ゆっくり休んでください。お疲れ様でした。お疲れ様でした。夜もずっといてくれたんだ。お疲れ様です。お疲れ様です。おやすみなさい。